んなさい。もうこの映画館やってないんです。そう、昨日閉館したの。だからもう来ても映画やってないから、私は追い返す役。ごめんね、もうやってないんだ。私は館長じゃないよ。館長は私のお父さん。そう、もう何百年もやってる。そう、私が受け継ごうかとも思ったんだけど、最近お客さん少なくなっちゃって辞めることになったんだ。何？閉館なの知ってたの？なのに来たの？映画の話がしたくて来たの？へえ。でもお父さん当分帰ってこないと思う。なんかよくわかんないけど、昔の付き合いとかで挨拶回りみたいなのしてるから、多分今日は帰ってこない。出直す？私でいいの？私と映画の話がしたい。いいけど別に。でも映画っていろんなジャンルがあるからさ、私たち趣味違ったら結構気まずくない？いいの？私のおすすめの映画を聞きたい。いいよ。どういう系の映画のおすすめがいいとかもなく、邦画と洋画？いいよ。そうだな。ねえ、あんたさ、フィルムマークスって入れてる？そう、フィルムマークスっていうアプリ入れてないの？映画好きなのに。便利だから入れなよ。すごい使いやすい。説明してあげようか？簡単にだけど。フィルムマークスってやつをとりあえず入れて、会員登録やらなんちゃらかんちゃらやって、とりあえず。で、検索から自分の見た映画とか、昔見て大好きな映画とかあるじゃん。それ全部思い出して。で、なんか調べるじゃん。調べたら、それを、なんか、目のマークがあるから、目のマークは見た。で、なんだろう、台形にプラスって書いてあるやつは、見たい。自分のページにストックしておけるの。見たいものとしてね。で、見たものもストックしておけるし、見たってやったら、自分でその映画のレビュー書けるってわけ。ついてきてる？ごめん。映画のことになるとちょっと早口になってるかも。いいよね、別に。でもこれすっごく使えるアプリだから絶対入れといた方がいいよ。あと今やってる映画も、その映画がどこの近くの映画館でやってるかも調べることができるの。私んとこもうやってないってば。ここはもうやってないってば。他の映画館探して。あとサブスクってわかる？わかるか？そう、いろいろあるでしょ今って。 Amazon プライム、Netflix、Unext、ディズニープラスとか、いろいろ D アニメとかいろいろあるでしょ。それの中でどこで見れるかっていうのも一覧で出てくるの。その映画がどこのサブスクで見れるかっていうのもすぐわかるから、絶対入れとくべき。めっちゃ便利なアプリだから本当に。で、そうやっていっぱいストックしとくでしょ。見たことある映画も、これから見たいなって思ってる映画もストックしておくの。そしたらこういうおすすめの映画聞きたいなんて嬉しい話をされた時にも、すぐにって一覧で見れるわけ。自分のページからね。いいでしょ？いろいろあるし、私最近は自分でちゃんとレビューとか付け忘れてることもあるからあれなんだけど、私のおすすめの洋画と邦画、何がいいか紹介するね。そうだな、まずね、邦画から行こうかな。
あんまり日頃は邦画は見ないんだけど、好きな邦画を探すね。そうだな、邦画自体あんまり見てないかもしれない。好きなので言ったら下妻物語っていうやつ知ってる？これすごくいいの最初に見た時から好きなタイプの作品だと思ってすっごくゆっくり見てるだから何回も見てるんだけど、終わるのが悲しくて毎回すごくのんびり見ちゃう作品。見た目とかベタな感じだけど、ヤンキーとロリータって可愛くない？すごく面白いよ。 UNEXT と Netflix で今見れるみたい。出てんのが土屋アンナさんと深田恭子さん。知ってるでしょ？最強だよね。わかる。私土屋アンナさんが大好きなの。ぽい？よく言われる。あとは邦画って難しいんだよね。邦画か、全然見てないかもそうだね、邦画だったらドラマとかの方がまだ見るかな。ごめんなさい、マジマジのマジで見てなかったから。邦画はそんぐらいドラマとかでもいいならトリックが好き。トリックとスペックが好き。面白いでしょ？ああいう異次元超能力系好きなんだよね。特にスペックが好き。戸田恵梨香さんの大ファンなんだじゃあ次洋画行くね。また邦画で思い出したら言うわまず一番好きなのは、そうだな、一番なんて決められないけど、コララインっていうアニメーションが大好き。コララインは月に1回は見ないとなんかそわそわしちゃうこれはストップモーションっていう技法で作られたアニメーションで、ティム・バートン監督のナイトメア・ビフォー・クリスマスって知ってる？あれもストップモーションで作られてるんだけど、それを作った人たちが作った新しい違うアニメがコララインとボタンの魔女っていうの。これ小説も面白いし、アニメもオリジナルキャラクターが出てきてて面白いからすごくおすすめ。大好き。コララインはね、今はいろんなとこで見れるわ。プライムビデオ、UNEXT、Hulu、Netflix、TSUTAYA で見れるからどっかで見てそれから好きなのはハッとしてキャットって知ってる？知らないかな。すごく面白いんだけどでもこれって全然 DVD とかにしかなってなくて、サブスクで出てないんだよね多分。だから TSUTAYA で借りるしかない。借りてみて。ハッとしてキャット。ちょっとかわいいプラスチックな添加物みたいな感じの世界観がすごく可愛いから、ファンタジー系かな。それからね、好きな映画で言ったらベタだけどジュラシックパークシリーズが大好き。ジュラシックパーク、一番最初のジュラシックパークがやっぱ一番だけど、そうだな、最近のジュラシックワールドもすごく面白かった。でもやっぱりジュラシックパークを踏まえた上でのジュラシックワールドがすごくいいから、やっぱり最初は1から見てほしい。ちょっと今見たら画質が悪かったり、ちょっと昔の映画って感じがしてしまうかもしれないけど、本当に面白いし、恐竜好きな人には、恐竜好きな人は絶対見てるなってぐらいの映画なんだけど、かっこいいから恐竜がぜひ見てほしい。そうね、ジュラシックパークシリーズはまた新作も出るし、ずっと楽しめる作品だと思う。それからなんだろう、
ティーンムービーは好き？何か青春の葛藤とかティーンエイジャーのそういう悩みとか、私そういうのが大好きでよく見てるんだけど、おすすめはゴーストワールド。これはソーラ・バーチさんとスカーレット・ヨハンソンとかスティーブ・ブシェムさんとかが出てる、すっごいもう大御所だよね。私からしたらっていうか、もう世界的にもすごいメンツがファって揃ってる素晴らしい映画だから、ぜひ見てほしい。これはね、ファッションが好きな人でも楽しめると思う。ティーンムービーはちょっとなーみたいな人でもファッションがすごくおしゃれだから見たら絶対面白いよ。黄緑色のリップを買いたくなるはず。そう、これも多分ティーンムービーに入ると思うんだけど、ウォールフラワーっていう映画があって、これはハリーポッターに出てたエマ・ワトソン、ハーマイオニー役のエマ・ワトソンさんが出てて、あと私の大好きなエズラ・ミラーさんっていう俳優さんが出てるの。大好き。この2人と主人公のチャーリー役のローガン・ラーマンさんが一緒に踊るシーンがあるの。カモンエリーだったかなっていう曲で踊るシーンがあるんだけど、大好き、最高だから。そのダンスを踊るシーンだけでも何回も見たくなっちゃうぐらい素敵。あと、BGM が素敵なのかも。音楽が素敵だし、なんか気持ちがグッてなる。悲しくなるシーンももちろんあるけど、なんだろうな、うまく言えないけど大好きな作品になると思う。ティーンムービーが好きならぜひ見てほしいかな。それからティーンムービー系でいくと、ローラーガールズダイアリー。ローラーガールズダイアリーのこのポスターがちょっとチープというか古く見えるかもしれないけど、本当にかっこいい。これ私が大好きな俳優さんのエリオット・ペイジさんっていう方が出てて、これに出てる時はエレン・ペイジさんっていう名前で出てて、女性だったんだよね。女性だったんだけど、心の性別が違うっていうことで性転換をして、今はエリオット・ペイジという名前でやってますの。エレン・ペイジさんだった頃のエリオット・ペイジさんがやってるローラーガールズダイアリーっていう映画なんだけど、これめっちゃいいの。これね、ローラースケートで大会があるんだけど、そのローラースケートの大会にローラースケート初心者の子が出るっていう青春頑張れ、青春ファイトスポーツ映画。すごく元気が出るし、いわゆる青春の王道スポーツじゃないところがいい。ちょっとアングラな感じがすごくおすすめ。それからスイートセブンティーンモンスターっていう映画もあるんだけど、これはすごくいいけど、曲が良かった。私は曲が好き。ここでは歌えない曲があって、それがすごく面白いから好きだけど、内容としてはウォールフラワーとかゴーストワールドの方が好きかな。でもこれも面白いし名作だからぜひ見て。それからティーンムービーだと最近って言っても2年前ぐらいかなのブックスマートっていうブックスマート卒業前夜のパーティーデビューっていう放題なんだけど、それがすごくいい。本当にいいから全員見て。いいよ。これは現代だった。フェミニズムとかいろんな性的指向とか性別とかいろんな今の現代社会が詰まった新しいティーンムービーだった。ほんと現代版最高ティーンムービー。嫌なやつが誰もいない昔はテンプレで金髪でチアガールのアメフトの人と付き合ってる女の子が学校で一番トップだったみたいな感じじゃん。そういうのじゃないの。そんなステレオタイプのことは全然なくて、新しい映画だったから、これは本当におすすめ。映画史に残る新しいティーンムービーだと思う。めっちゃ偉そうなこと言ってるけどこれはプライムビデオと UNEXT と Netflix で見れる。
それから元気が出る系の関連でいくと I Feel Pretty はめちゃ有名だよね。これはボディポジティブ的な方向として私はすっごく推してる映画。めっちゃ元気出る。自分のことが大好きになるし、今のありのままの自分で自分のことをそのまままるっと大好きになる。なんか落ち込んだ時とかに見るのが好きかな、私は。これはすごくいいよ。これはね、プライムビデオと UNEXT で見れる。それからこれはもはや定番かもしれないけど、私が好きなちょっと過激というかティーンムービーとは違う元気が出る映画としては、ハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズ・オブ・プレイっていう映画があって、まあね、ハーレークイーンジョーカーの続きだからすごい有名だと思うんだけど、これ最高これねめっちゃいいよ。みんなほぼ出てくるメインの登場人物が女性なんだけど、最強の女性メンバーのオーシャンズ8って感じ。なんかもっと極悪非道なオーシャンズ8これはすごく良かった。元気が出る。これもあとカラフルでポップでそんなことないやろみたいな、ちょっとファンタジー要素もあるんだけど、それも含めてすごく面白かった。私ハーレークイーンのシリーズの中で一番これが好き。最近あったスーサイドスクワットの新しいやつ、人手人間と人手のやつと戦うのもすごく面白かったけど、これが一番好き。人手と戦うやつの中ではネズミの女の子が大好き。ごめんなさい、全然名前が覚えられなくて。それから最強の2人は定番だよね。最強の2人は最高すぎる。ラストのちょっとほんともうお話が終わった最後らへんにエンドロールが流れるじゃない。そのエンドロールのとこかなで、実際の最強の2人って言われた実際の2人の写真が流れるんだけど、もうそれ見た瞬間にもうギュッてなるいいよこれは。それから何の映画のジャンルに入るのかわからないんだけど、リトルミスサンシャインっていう映画があって、これはミスアメリカとかあるじゃん、ミスなんとかみたいな、あれのちっちゃい子の大会、ちっちゃい子供のミスなんとか大会に出る女の子のお話なんだけど、その子がね、いい具合にね、なんて言うんだろう、ちょっと垢抜けてなくて可愛いの。ミスコンに出る女の子の話なんだけど、ただミスコンに出るだけじゃなくて、やっぱミスコンに出る子ってさ、親が金持ちでこんな感じでみたいな、で女の子はもうみんな金髪白人みたいな、やっぱイメージがあるじゃない、昔のイメージだとね。それを覆す、めっちゃなんだろうな、反逆者みたいな感じ。ミスコンに出る反逆者なんだけど、その家族みんなでその大会に行くんだけど、その間に家族の中でもいろいろあるし、で車を押してその加速したらそこに飛び乗るっていうのじゃないといけないみたいな、なんかそんなのもあって本当に面白いの。これはねすごくいっぱい受賞してて、今はまさかのディズニープラスでしか見れない。ディズニープラスに入ろう私ディズニープラスにも好きな映画がいっぱいあるから、ディズニープラスはディズニープラスでまたちょっと話したいからさ、今度来てよ、また別の日に。この話し続けてたら時間足りないからさとりあえず今日は映画だけで、今度ディズニープラスとか、なんだろう、私ネットフリックスも好きなんだけど、ネットフリックスとかそんな感じで分けて話さない？いい？うんそうだね。マジで話し出すと長くなっちゃうからさ、私ずっとここにいるしさ、また遊びに来てよね。遊びに来る口実できたじゃん。他になんか好きな映画あったかな。それで言うとライフっていうベン・スティラー監督、ベン・スティラー主演の映画があって、もうねこれはねすごくいいよ。私的には字幕がおすすめ字幕がおすすめで、何がとは言わない。吹き替えももしサブスクで見るタイミングがあったら見てみてもいいかも。私は字幕がおすすめ。吹き替えも面白いけど字幕がおすすめ。
字幕、これに関してはマジで字幕おすすめだよ。でこれはなんて言ったらいいんだろうな、ファンタジーと現実がごっちゃになっちゃう人ざっくり言うとそうなんだけど、ごっちゃになっちゃう人の冒険映画なんだよね。映像と音楽がマッチしすぎて、なんかのプロモーションビデオを見てるみたいな感じになる。これはね、綺麗すぎて、私なぜか内容が好きとか俳優さんが好きとかよりもわかんないけど、映像が綺麗すぎて何回も見てる映画。ちょっと季節が違うんだけど、グリンチって知ってる？最近アニメになったよね。3D アニメになったグリンチの実写版なんだけど、これ2001年とかに公開されてるから、ちょっと映像が古い感じに見えるけどすごくいい。これクリスマスに絶対見たい映画。これ有名なジム・キャリーさんが出てて、今 UNEXT でしか見れないんだけど、これはねすごくいいよ。映像も可愛い感じかな。ちょっとクリスマスの妖精って感じ。みんな妖精、人間っていうより妖精の世界みたいな感じで、もうねすごく可愛い。ホームアローンみたいな感じで金曜ロードショーで出してほしいぐらい、毎回クリスマスはだいたいホームアローンだけど、その時に一緒に出してほしいぐらい、グリンチの実写版今年に期待だねでもそんな感じかな。やっぱマスクとかも有名だよね。そう、マスクも同じジム・キャリーさんがやってるんだけど、そうだな、あとジム・キャリーさんが大好きなんだけどさ、それで言うとレモニー・スニケットの世にも不幸せな物語って知ってる？これ小説があって、私小説をよく読んでたんだけど、これの映画があって、いろいろ本当はすごく長いの。レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語ってすごく長い、本当に不幸せな物語なんだけど、それをギュッとした感じの映画があって、それにジム・キャリーさんが出てて、それがねオラフ伯爵の役で、こういう役がすごく上手って感じなんだけど、これねレトロなゴシックっぽい感じの衣装とか建物とかになってて、これがねすごい可愛いし、本当に不幸せただティム・バートンとかゴシック系の映像が好きなら多分好きだと思う。好きそうぜひ見てみて。原作の小説も面白いから見てみてほしい。あと元気が出る北欧の映画で言ったら、シンプルシモンっていう映画がすごくおすすめ。シンプルシモンっていう、このシモンっていうこの男性のね、その人とサムっていう女の人のお話なんだけど、なんて言うんだろうな、このシモンっていうキャラはアスペルガー症候群なの。だから毎日きっちり決まったものが決まった時間に決まったことをしたい。で毎日決まったこの通路をこの何時に通りたいみたいなのがあるのね。でもそこをかき乱していくのがサムなの。もっといろんな複雑な話があって、そんな簡単に説明できることじゃないんだけど、一見ちょっと重たくなりそうな内容なのに、もう食器から壁から服から何もかもがカラフルなの。本当に北欧だなっていう感じのカラフルな映像で、軽く描いてるように思えるけど、すごく大切な内容が描かれてる映画なの。人生を過ごすのに心が軽くなる映画かもしれない。わかんない、私がそう感じただけだけど、映画ってそういうとこあるでしょ。私別にゾンビと戦ってないし、ゾンビと戦う人生から考えたら今って平和で楽しいなみたいなわかんない、大げさに言ったらそうかなって思ってる。どんな映画を見てもその映画の主人公になりきった気持ちにもなれるし、その映画から自分はもっとこうしたいなとか、今って幸せだなって思えたりもするじゃない。でシンプルシモンはそういう意味では明るくなれるっていうよりかは、なんかいいなみたいな、他の人の人生を知ることがめっちゃ楽しくなる
映画だった。私ここを見て、こういうの見てから、このシンプルシモンを見てから、もっとなんかいろんなジャンルの映画見ようって思い始めたかもしれない。なんかね、みんな優しいんだよねそういう映画って安心して見れるから大好き。そうだね、最後に私ティム・バートンの映画もすごく好きだから、なんだったらティム・バートンの映画だけでまた一日遊びに来てほしいぐらいなんだけどさいい？あ、優しいありがとう。ティム・バートンの映画の話もしたいからいろいろ置いとくわそれ置いといたとして、邦画でも洋画でもなくてインド映画なんだけど、きっとうまくいくっていう映画があって、これすごく面白いよちょっとね長いの、170分あるから3時間近くあるかな、あるの。ちょっと長い、本当に長かったけどすごく面白い。なんか伏線回収をしっかり全部ガーって最後集めるみたいな感じの映画で、まあインド映画らしくめっちゃ踊るんだよ踊るんだけど、私インド映画の踊る感じめっちゃ好きだなって思ったなんかさ、日頃過ごしててさ、いいことがあったり嬉しいことがあった時にさ、踊りたくなるじゃん。それをそのまま踊ってるのがインド映画なんだよね。めっちゃいい、私も踊りたいと思ったもん。すごく良かったそう、あとなんだろうな、そう、私これが初めてのインド映画だったんだけど、なんか無理やり感のない内容だった。現実味のある内容でありつつ夢がある映画って感じかな。私これを確か見たのが大学に入る前だったんだけど、大学生活がすごく楽しみになったし、なんだろうな、元気をもらえる映画だったかも。頑張ろうって思える映画かな。こんな感じかも。これ以上話し出すと本当に長い。本当にジャンル分けしなきゃいけないぐらいだから、とりあえず今回は私の好きな映画をざっと話しただけ。ごめんね、私ばっかり喋ってたよね、ずっと。ごめん。結構早足で、しかもめっちゃ早口で喋っちゃった好きな映画がありすぎてごめんでも私の勝手な想像だけど、あなたの反応を見るになんか仲良くなれそうな気がするそう、ここ映画館としてはなくなっちゃうんだけど、私はどっちにしろここにずっと住んでるからさ、結構いい映画館でしょだからさ、ここでおしゃべりしたりしようよ。お父さんもさ、なんやかんや言いながら映画館続けたそうだったんだよね。だからこうやって映画好きな人が来てくれるだけで喜ぶと思うし、また来てよ今日から友達でしょねじゃあまた遊びに来てあなたのおすすめの映画も聞きたいな。考えといてじゃあね、気をつけて帰って。